ほろ苦く甘酸っぱい皮の中からとろっと蜜があふれ出す金柑の甘露煮。おせち料理の縁起物として見かけることはあっても、どうやって下処理や調理をしたらよいかわからないと悩む方も多いと思います。今回は新鮮な金柑の選び方から下処理方法、甘露煮の作り方、保存方法までを詳しくご紹介します。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。まずは金柑の選び方からご紹介します。新鮮さはヘタの部分を見て確認します。ヘタの切り口が茶色く枯れていないものを選んでくださいね。全体が濃い橙色で張りがあり、果皮に傷や変色がないもの、粒が大きく、持った時に重みを感じるものを選ぶようにしましょう。次は金柑の下処理から甘露煮の作り方を一気にご紹介しますね。金柑は皮ごと食べるのできれいに洗います。金柑は昔から咳や喉の痛みに効果的であるとされ、親しまれている果物ですね。金柑の良いところは何といっても皮ごと食べれるところ。金柑には糖尿病を予防する効果や冷え性や肩こり、腰痛を改善する効果などがありますよ。次はヘタを取っていきます。金柑のヘタは爪楊枝で簡単に取れます。もし硬くて取れにくい場合は包丁の刃元の顎を使うと簡単に取れますよ。ヘタが取り終わったら表面に浅く5、6箇所切り込みを入れます。皮に切り込みを入れることで煮汁が染み込みやすくなります。さらに金柑の綿に含まれるペクチンが切り込みの隙間から溶け出しやすくなり、甘露煮にした時に中がとろっとした食感に仕上がりますよ。切り込みを深く入れすぎると煮ている途中で皮が切れて形が崩れ、きれいに仕上がらないので注意してくださいね。こんな感じです。手で持って切るのが難しい場合はまな板に金柑を置いて包丁をスッと動かすと簡単に切り込みを入れることができます。次は鍋にお湯を沸かし、金柑を下茹でしていきます。金柑にはハッサクやグレープフルーツなどミカン科植物の果皮に含まれる苦味成分ナリンギンが含まれているため、下茹ですることで苦味が取れます。沸騰したら金柑を入れて2分茹でます。2分経ったら水道から細く水を出し、金柑をゆっくり冷ましていきます。いきなり急冷すると金柑の皮にシワが寄ってしまうので、必ず少しずつ冷ましましょう。粗熱が取れる程度まで冷めれば大丈夫なので、1、2分くらいこの状態で置いておきます。
金柑のものによっては苦みが強いものもあるので、苦みが多い場合は2、3回茹でこぼしたり、下茹でした後に水に1時間ほどさらすと苦みが取れやすくなります。今回の金柑はそんなに苦くなかったので、次の工程に進んでいきます。次は種を取っていきます。金柑はこの小さい実の中に3つ、多い時で5つ種が入っています。種を取らずに食べると口当たりが悪くなるので、爪楊枝で種を取っていきます。この作業は地味に大変です。また種を取ると実が崩れやすくなるので、気にならない場合は取らずに作っていただいても大丈夫です。おせち料理などの見栄えを重視したい時などは種を取らずに作った方が形が崩れることなく綺麗に仕上がると思います。用途別に分けるといいかもしれません。鍋に調味料を入れていきます。今回は甘さ控えめで作りたいので、砂糖の分量を減らして本みりんでコクと照りを出して作っています。日持ちさせたい場合は砂糖を金柑の重さの50から 60% ほど加えてくださいね。調味料を入れたら火にかけ、混ぜ合わせて砂糖を溶かします。砂糖を溶かしてから金柑を加えないと砂糖が焦げついたり、金柑にシワが入る場合があるので、しっかり溶かしてから加えてくださいね。砂糖がしっかり溶けたら金柑を入れていきます。あまりグラグラと沸騰させ続けると煮崩れやすくなるので、弱火でゆっくり煮ていきます。金柑が空気に触れると皮にシワが入ってしまうので、落とし蓋をして煮ます。木や金属の落とし蓋を使用すると、落とし蓋の重みで金柑が潰れる可能性があるので、クッキングシートを切って使うのがおすすめ。アルミは酸に弱いので、アルミホイルは NG ですよ。クッキングシートを丸く切り、中心に切り目を入れて落とし蓋の完成です。落とし蓋をしたら20分から30分煮込んでいきます。金柑の大きさで煮る時間が変わるので、様子を見て調整してください。火を止めて落とし蓋をしたまま冷めるまで置いておきます。ゆっくり冷める間に金柑の内部にもシロップが染み込み、美味しく仕上がりますよ。1時間経ちました。ツヤツヤです。美味しそうですね。清潔な容器に移しましょう。冷蔵保存で 2、3 週間ほどで食べきりましょう。砂糖を50から 60% 入れた場合は1ヶ月以上は日持ちします。お酢を少し入れるとさらに日持ちしますよ。冷凍保存も可能なので、冷凍する場合は1回に食べる分に分けてラップに包み、ジッパー付き保存袋に重ならないように広げて入れ冷凍してくださいね。キラキラしていて宝石みたいですね。爽やかないい香りがします。これは切り込みを入れずに煮たものです。形が綺麗ですね。こちらは切り込みを入れて種を取ったものです。そこまで崩れることなく綺麗に仕上がりました。金柑の甘露煮いただいてみたいと思います。とろっとして美味しい。甘みと苦みと酸味のバランスが絶妙です。金柑の甘露煮はそのまま食べるのはもちろん、炭酸水で割ったりお湯を注いで金柑茶にしても美味しいですよ。紅茶との相性も抜群です。
他にはヨーグルトやアイスにかけたりしても美味しいですし、食パンやクラッカーにのせてジャム代わりとして食べても美味しく食べられますよ。とろっと爽やかな金柑の甘露煮いかがだったでしょうか。今の時期しか食べられない金柑、上手に下処理すると苦みが収まり、爽やかに美味しく食べられますよ。とても簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。